TOEIC スピーキングを勉強している人の中には知ってる人も多いと思うんですけれども、韓国にグエンさんという方がいて、ね、英語を主に TOEIC スピーキングを教えている人なんですけれども、YouTube 上にグエン TV という YouTube チャンネルを持っていて、で、そこにTOEIC スピーキング用のTOEIC スピーキングに関するビデオっていうのもたくさんアップロードしていて、で、その中にその TOEIC スピーキングの練習問題のセットのビデオっていうのもたくさんあって、で、その問題っていうのが非常に本番に近いので、それで助かってるっていう人も結構ね、多いと思うんですけれども、そのグエンさんの書いたこの、ね、韓国語なんですけれども、TOEIC スピーキング用の本、これが手元にあるんで、今日はこれの僕の感想についてのビデオです。秋元です。これ3テイク目です。昨日ね、2テイク目を撮ったんですけれども、まず1テイク目で、全部撮り終わって30分かかって撮り終わってからちょっと失敗してるのに気づいて、泣く泣く2回目を撮ったと。で、それでいいかなと思ったんですけども、今日見返してみたらちょっとあんまり気に入らないところがあったんで3テイク目を撮ることにしました。で、まあとにかくグエンさんというと、6年前にこれ僕が買った本なんですけども、ちょっともうね、日本で手に入らないんですけれども、まあこれはこれで非常に問題が豊富で、その問題のクオリティっていうのを本番に近い形だったんで、まあこれを使って勉強してる人っていうのも多いと思います。今ね、Amazon で価格を調べたら当時の価格の2倍になっててね、驚きましたね。で、一方でこれがね、クエンさんが最近出した本なんですけれども、また韓国語なんですけれどもね、世の中の本っていうのは、とかね、ビデオでもTOEIC スピーキングを解説してるのありますけれども、割とその要求する英文の内容が複雑だって高いというのは常々感じてですね、この前もその YouTube でネイティブスピーカー、英語のね、ネイティブスピーカーの人がこういうふうに答えるといいよっていう説明してるビデオを見たんですけれども、まああんまりこれガーって言うとなんか個人批判になりそうなんで、じゃあそういう夢を見たんですよ。で、夢の中でその解説をね、してるんですけれども、まず最初にこういうのだと点が取りませんよっていう回答を示していて、次にこれだといいですよ。で、そのね、回答がもう本当にネイティブスピーカーだったらそれは思いつくかもしれないけどっていうその文の複雑度とか使ってる単語とか、あと長さもね、非常に流暢に話せば尺に収まるんですけれども、ちょっと突っかえるともうこれ途中で切られちゃうんじゃないかなっていう。ね、例えば日本だと平均スコアって、TOEIC のスピーキングの平均スコアって120点前後じゃないですか。だからみんながみんなそこっていきなり目指せないですよね。だから本来だったらどうやってそこのレベル、それを目指せばいいのかっていう話なんですけど、そういう説明は何もなくて、こうするといいんですよってそれだけ言われても、ちょっと厳しいよなって。だからやっぱりネイティブスピーカーはもう元からね、英語が話せてしまうので、そうするとテストに勉強している人がどの辺を難しいと考えているとか、なんかそこをわからないまま、なんか解説してるんじゃないかなと思ったところで目が覚めたっていう、そういう話です。で、そうじゃなくてもそのね、本や何かでも、おおむね本なんでね、ベストのね、回答を提供したいというのもわかるんですけれども、なかなかそこを目指せる人って多くないと思うんですよ。というのは文の複雑度もそうですし、使ってる表現があまりにも多彩だったりとか、使ってる単語が難易度が高いのが結構混ざってたりとか、言いたいことはわかるんだけれども、そこに行くにはどうすればって思ってしまうというパターンがね、結構あるんじゃないかなと思います。で、に対してこの本っていうのは、使ってる英文っていうのは非常にシンプルな文でして、で、使ってる単語ももう基礎的な単語で回答というのが構成されています。だから文もほとんどSV か SVC か SVO かで、家庭法はね、入ってなかったと思いますね。僕がちょっと読み飛ばしたかもしれないんですけども、多分入ってなかったような気がします。で、関係代名詞とか現在完了形とか、分詞の名詞のね、高知就職っていうのはあれも使用も限定的で、そこだけにしか使えないよっていうんじゃなくて、応用範囲が広いものを紹介してる本です。それなんで文だけ見たらちょっと簡単すぎるように見えてしまう人もいると思うんですよ。ただ、実際の会話、英会話においても、で、テストの場においても、何かね、複雑なことを、それとか一部にいろんな情報をたくさん詰め込もうとした結果、5秒とかね、4秒とかね、詰まって止まってしまうよりは、簡単な文をこうやって重ねていって、で、リズムとかフローを維持していくことの方が大事だと思うんですよね。ただそうは言っても僕、英文は、この本の中の英文は読めるんですけども、韓国語は読めないので、一部 Google 翻訳の助けを借りたりしたところもあるんですけれども、僕のこの本の感想っていうのは、
自分のその想像が含まれてます。こんなこと書いてるんじゃないかなというね。で、この本っていうのは、まずその最初、各パートごとにどういうふうに回答を作るかという説明があって、で、そのために必要な表現の紹介があって、で、練習問題、もう本当に本番に出やすそうなパターンっていうのを完全に網羅して、で、最後にまた役立つ表現っていうのがリストになってるんですけれども、この役立つ表現のそのリストアップの量っていうのがですね、例えばこれは、パート3用なんですけれども、ちょっとお見せすると、こんな感じですね。で、これが今2ページですけれども、2ページ、3ページ、4ページ、5ページにわたって書いてあるぐらいの分量です。で、全部これフルセンテンスで一文の形で書いてあってですね、で、割と使い回しの効きそうなものばっかりで。で、シンプルな文の何がいいかっていうと、まずはこの覚えやすいですよね。あんまり長かったりすると、覚えづらいですし、自分なりのバリエーションを作るのが、これがまた大変になったりするんで、そういう意味でも使いやすいかなと思います。早速個別に行きますけど、まずパート1。パート1はこうね、パッセージごとにその意味の区切りがどうであるとか、イントネーションがどうであるとか、それ以外にもトイックスピーキングで出やすい、例えばフライトナンバーとか、ホテルの部屋番号の読み方とかね、ウェブサイト、ホームページのアドレスの読み方とか、そういうスピーキングテストで出やすいものの読み方、あとは固有名詞、国、外国の名前のね、ちょっとあれこれなんて読むんだろうとかね、間違いやすそうなものの、そういうリスト、一覧表というのもあります。ただまあこれは僕の個人的な見解なんですけれども、発音に関してはやはりどこかで英語の個別の音一個一個それぞれをどうやって出すのかっていう練習、あとそれをもう完全にマスターしておくのがいいと思います。っていうのは、テストに答えるとき、読むだけじゃなくて、自分のアイディアを英文にするときも、話してる時に発音のことまで気にするとそっちに集中しすぎちゃって英文を作るとかそこに集中できなくなっちゃいますよね。だからせめて英語の音ぐらいはそんなネイティブレベルにまでなる必要はないですし、それは外国語としては非常に難しいので。でも一回言って人に伝わるぐらいの発音が何も考えないでも自然に出てくるようなレベルにはどこかでしておくのが、おすすめです。じゃあ次にパート2なんですけども、ここから自分で英文を作っていく必要がありますよね。で、最初写真描写なんですけれども、で、これパート2だけじゃないんですけれども、この本はこの全部を通してシンプルな英文を使って、回答を構成するという、これにフォーカスしています。で、シンプルな文っていうのはだから一文の中に情報を詰め込みすぎないと。で、この写真描写はそういうね、文で、実際数えてみると、だいたい11文前後で、回答が構成されているような分量です。一文に情報を詰め込まないってどういうことかっていうと、具体的に言うと、例えば写真の中に男の人が一人いるとしますよね。で、うわっと詰め込もうと思ったら、例えば in the middle of the picture, in the middle of the picture, there's a man sitting on the sofa with his eyes closed って言えるんですけれども、でも、と言ってくださいねって言われても、やっぱり難しいじゃないですか。で、それをその場に応じて、バリエーション作って、当てはめるっていうのもどこかでミスしそうだったり、そういうリスクがあるんだったら、もう文を割って、There's a man, he's sitting on a sofa, his eyes are closed って同じことを言えますよね。だからそういうような方針で書かれてますし、で、これはもう実際の会話の時もそうやって短い文でこうやって置いていくっていうのは非常に役立つテクニックだなと思います。それで次パート3なんですけど、インタビュー問題、いろんなことがあり得ますけれども、この考えうるパターンっていうのが結構全部入ってるような感じです。で、ここでもシンプルな文で組んでいくっていう、で、ちょっと具体的なところを一つお見せした方がイメージがしやすいかなと思うんですけれども、本の内容そのままちょっとお見せするわけにもいかないので、ちょっと僕が似たようなのを作ると、どれぐらいの頻度で講演に行きますか？そこで何をしますか？こんな問題があったとしましょう。で、ここに短い文を使って回答を作るっていうのはどういうことかっていうと、これは僕の例なんですけれども、こんな感じで、I go to a park once a week. There's a nice park in my neighborhood. I like to go there because there are many beautiful flowers in the park. I usually enjoy taking pictures of the flowers. みたいな感じですかね。で、これ見てもらうと、そんなに難しい複雑な文構造のものってないですよね。それで単語も割と簡単なものしか使ってないです。文もおおむね SV とか SVC、SVO ぐらいですよね。そう、これで15秒、これは15秒の問題ですけれども、15秒は埋まるよっていうそういうことを見せてくれてます。それで次にパート4ですけども、この表が出てくる問題ですね。で、ここも割ともう典型的なパターン、インタビューの順番とか、カンファレンスの
時間割、タイムテーブルとか、履歴書とか。で、それが、全部入っていて、で、その表のそれぞれの項目に対してどういう表現を使うと、簡単にそれが表現できるかっていうのが書いてあって、で、ここでもやっぱりだから多くの情報を一つの文で言うんじゃなくて、まあそういう時には文を2つにして、3つにして1個ずつ言っていきましょうねっていうね、そういう方針です。それでパート5なんですけれども、ここではまずそのテンプレートが紹介されていて、で、ここにこの簡単な文をこうやってはめていくと60秒のスピーチができるよっていうのがこう提案されています。で、まあだからここってすごいこの自分のアイデアをやっぱり言うにはどうしても複雑な英文を使わないと、これは言えないとかね、思いがちだと思うんですけれども、そうやってこうシンプルに並べていくと、それで確かに60秒のスピーチができるんだなということに、まあ驚く方もいるんじゃないかなと思います。で、あともう一つは、よく、大抵の本で、この質問にはこういう回答をするといいですよって言って、それはそれでパーフェクトで非常によくできた回答なんですけれども、でも、これで覚えた表現、これで覚えた手法、言い方っていうのは、でもこっちの問題には使えないから、じゃあここの問題、別の問題を答えるにはまたゼロから作らなきゃいけないよねっていうふうになりがちなんですけれども、この本のアプローチっていうのは、もう一個シチュエーションを用意しておいたら、これはこことこう変えたらこっちの質問にも使えるし、ここ変えたらここにも使えるよねっていう、そういうね、低い負荷で、少ない負荷でいかにその回答を構成するかという、そういうアプローチです。例えばこれ僕が回答するときの例、実際にテストで回答するときの例なんですけども、僕はいつも会社のことを聞かれたら、ビデオの会社に勤めてますということにしてるんですね。で、それはまあ自分で YouTube のビデオを自分で編集もしたりもしてるんで、編集のことだとこう思いつきやすい、言いやすいっていうのがあるんですけれども、それね、大体入りっていうのは5年前にビデオ会社に就職しました。最初はビデオの編集何もわかりませんでした。ある日、とても難しいビデオを作れと言われました。どうしていいんだかわかりませんでした。でも、ナイスな同僚がいたので、とかね、でも頼りになる上司がいたので、そこから作っていく。だからもう前半はね、ほとんど一緒なんですよね。で、そうやるとこう使い回しがしやすいよねという、そんな感じのアプローチだと考えていただければ。では最後まとめなんですけれども、このね、本屋に行くと LR の本ってこういろんなレベルの人向けに本があるんですけれども、大体 TOEIC スピーキングの本って、要求される英文の内容が高くて、で、どうやってそれが自分で作れるようになればいいのかが、なんかわからないまま、最初からどのレベルの人もいきなりここを目指さなきゃいけなくなるってなりがちなんですけれども、それがこの本だと、いかに低い負荷で回答を構成するか。かといって、じゃあ、200を狙えないかっていうと十分それで200が狙える、200点がね、狙える内容ですし、それでこれは個人的な意見なんですけども、まあそういう方法で、まず自分の目標のスコアを取っておいて、で、それから自分の英語というのをもっと複雑な表現をチャレンジしたりとか、自分が目指す英語の方にこうね、寄せていったりとかして、それでもこうやってね、点が取れたらそれがいいんじゃないかなと思ってます。それを最初からすごく複雑な英文を自分は使えるようになりたいんだって言って、それで、目標の点を目指そうとすると、なかなかそれが取れなかったりしますよね。それはやっぱり精神衛生上も良くないので、先にゴールの点を取ってから自分の英語の精度というのを改善していくっていうのが、気持ち的にも楽なんじゃないかなと思います。あくまでも TOEIC スピーキングテストっていうのは聞かれたことに答えられるか、自分の考えを英語にできるかっていうそこを測るテストですから、でもどれだけ長い文が作れるかとか、どれだけ難しい単語を知ってるかっていうそこを問われてるわけじゃないんでね。聞かれたらすぐに答える。5秒も止まらない。それが大事です。それで実際に話すときっていうのは書き言葉よりも文っていうのはシンプルなものが連なっていくことが多いですし、ですからパンパンと反射で答えるとか、会話のフローを壊さずにどんどん言葉を繰り出していくとか、そういうこの感覚をつかむのにも役立つと思います。それで最後に全部の英文に対して音声の MP3 データがダウンロードできます。まあそれなんでね、こういう本を読んで新しいことを知るとそれだけで自分もね、できるようになったような気がして、よし、これで準備完了とか思いがちなんですけれども、最後は自分で質問に声を出して答えて、ストップウォッチで時間を計って、必要だったら録音してという、そういう練習が、最後大事ですからね。それは気に留めておいていただいて。で、2024年に英語版を出すべく、今、グエンさんがね、きっと頑張ってるらしいですので、それを待つといいんじゃないかと思います。